こちらの画面に映ってるのは ARSTCG 鑑定って言って、あるトレーニングカードゲームの鑑定ですね。トレカ専用のグレーディングサービス。心眼鑑定とか、等級付けとか、本物偽物を判別したり、等級付けをして、状態のランクをつけたりっていうサービスになるんですけれど、2022年から開始された株式会社アルサレスっていうところがサービス開始したんですけれど、そちらの方にね、提出して返却されたものになります。2023年の1月9日からね、ポケカなども解禁され、最初は遊戯王とかから始まったんですけれど、ポケカもね、解禁されて、いろんなタイトルがね、追加されてきています。ので、公式サイトの鑑定可能タイトルっていう欄があるので、どういうカードだったら提出できるのかなっていうのは見れるようになってるんでね。それも概要欄に貼っとくので、そちらから飛んでもらってもいいですし、ARS 鑑定で検索したらヒットしますので、そちらから飛んでいただいても構いません。ということで、今回はこの動画で何を伝えていきたいのかっていうと、このホルダーと、鑑定書ですね。アルスではね、鑑定書も発行することができるんですね。申し込み時に発行することもできますし、帰ってきてから等級ね、何点だったかっていうの結果を知ってから発行することも可能です。その場合は、送料はかかりますけれど、後からやる場合は、本人が提出した場合は、その本人っていうことが確認できた段階で、向こうからね、鑑定書を送ってくれるんですけれど、その時の料金が、鑑定書の料金プラス送料200円かな、現段階だったらそれがかかります。もし自分で提出してないけれど発行したい場合は ARS の運営さんの方にその手持ちの ARS ホルダーを送ります。そしてそれが本物かどうかっていうのを精査していただいて、それが本物だって確認ができたら発行されます。その場合は通常の料金がかかります。返送料も。今の段階だったら800円かな、返送料が。この鑑定書のサイズはですね、約ですよ。約縦が10センチで横が 14.8 センチぐらいですかね。なので、今ここに置いてる B6 とか A6 とかっていうのに入るようになってるんですけど、OPP 袋に入れてくれてるんですね。余白が結構あるので、この OPP から出さない場合は B6 サイズになるんですけれど、今回はね、そっから出して A6 に入れ替えようかなっていう動画にもなります。ただ単にね、この余白があるものよりも、ぴったりサイズの方がしっくりくるかなと思って試してみたいだけです。ということで、ARS ホルダーが返ってきました。グレードがね、ここに若干映ってます。グレード10です。最大評価はグレード10プラスです。この ARS の等級に関してはですね、PSA とか BGS とか CGC とかいろいろね、海外グレーディングサービスはありますけれど、どれぐらいの位置にあるのかなっていうのはね、なかなか基準が違うので、採点基準が違うので、一概には言えないんですけれど、10プラスはね、かなりハードルが高いと思います。この ARS の採点基準で公表されているのは、純粋なカードの状態で精査するっていうね、そういう方針で点数をつけてるので、カードの状態なんですね。なので、イラストの状態ではないんですね。だから、センタリングって言われる中央配置ですね。それが若干ずれてても10点以上は取れますし、横線が入ってても10点以上取れますし、輝くシリーズとかで言うと波線が入ってても10点以上取れる可能性はあります。あと枠ずれとかね、魂抜けって言われる。それいう場合はミスプリントって言われて、ミスプリって下にここのタイトルのところにね、キャプションのところにね、書かれるかもしれませんけれど、そういうのがあるので、ミスプリであってもエラーカードであってもね、10点以上の可能性はあると。10点プラスを取れる可能性もあるっていう方針で、グレーディングをされているっていうことなんですけれど、PSA に比べると取りにくいですね。10点プラスは。10点は比較的取りやすいと思います。なんですけれど、10プラスになると、大体ね、鑑定分布データっていうのがあるので、公式サイトのね、鑑定分布っていうところからアクセスして、気になるカードをね、検索したら、大体何枚鑑定されて、等級何点かっていう一覧見れるんですね。それは ARS だけじゃなくて、
PSA も BGS も CGC も、CSG も見れます。見れるんだけれど、それで大体のね、獲得難易度で言うと、BGS とか CGS ってサブグレードって言ってね、このさっき言ったセンタリング、中央配置っていうのと、コーナーの状態、角ですね、エッジ、縁ですね、そしてサーフェス、表面と背面ですね。それの点数、4項目の点数がね、全部10点満点っていうのがあるんですね。それがブラック10っていう BGS だったらブラック10、CGC だったらパーフェクト10って言われるものなんですけれど、それがね、診断で新しいカード、10% から15% ぐらいの確率で取れるかどうかっていうぐらいの難易度です。古いカードとかだったら 5% 以下とかになってくるんだけれど、大体ね、診断の新しいカードであれば 10% 前後っていうところですね。それと似た感じではあります。10プラス。見てる限りね、分布の表符を。だいたい10から 20% ぐらいだと思います。ARS さんもね。ただね、ARS 鑑定で10プラス取ったとしても、BGS とか CGC にクロスオーバーしたとしても、パーフェクト10とか、ブラック10が取れる根拠はありません。基準が違うのでね。センタリングとかに甘いかもしれないので、もしかしたらそこで減点されるかもしれないし、また違う傷が見つかったりとかいうことで、ね、採点基準が異なって減点されたりっていうこともあるので、特定のグレーディングサービスで満点取れたからといって、他のグレーディングサービスで満点が取れるっていう根拠はないです。もちろんそれは BGS から ARS に交換したとしてもね、クロスオーバーしたとしても根拠はないです。現在のところね、ARS さんではクロスオーバーが準備中かな？準備中だと思うんだけれどね。ということでね、10点プラスはそれなりにハードルが高めっていうところはね、伝わればいいかなと思います。だいたい 10% から 20% と思ったらいいかな。ポケカのね、新しいパックで送った場合ね。古いカードだったらもっと下がると思うけどね、普通に5点とか6点とか、遊戯王の旧カードとかね、普通に5、6点のカードとかもあるので、状態を精査するっていうことなので、古いカードは高得点取りにくいと思う。これパック剥いてそのまま送ったので、表面とかそんなに傷ついてないと思いますし、そこまでね、傷んでるところは見当たらないですね。パッと見、センタリングが若干こっちに寄ってるかなっていうのは思いますけれど、白掛けとかもないですし、だけれども10点なので、10プラスはなかなかに難しいんじゃないかなと思います。分布図見てください。大体わかりますので、確率がね。そしてね、だいぶ長々と語りましたけれど、この ARS ホルダー、どれぐらいなのか、サイズがね。だいたいね、横幅が84ミリです。縦が131ミリくらいあって、厚みがね、1.1、11ミリですね。1.1 センチぐらいあります。ので、PSA 鑑定と並べると、だいぶね、大きさ違いますね。PSA 鑑定はだいたい6ミリぐらいかな。なんだけれど、ケースの特徴としてはですね、縁が艶消しになってて、中はクリアです。そして、ここのプレートですね。プレートがステンレス製です。PSA とかね、他のやつは紙製とかシールっぽかったりするんだけれど、これはね、ステンレスなんですよね。銀。おしゃれですよね。厚みもあって、ちょっと重量感もあって、PSA とか他の鑑定のホルダーに比べるとちょっとね、高級っぽく見えます。おしゃれに見えます。あとはですね、ここのケースの縁のところにね、カットされた跡みたいなのがあるんですね。これは初期傷です。製造段階でね、多分繋がってたりするんでしょうね。それをカットした後だと思います。プラモデルとかの枠から本体切り出したりするときの、切り目みたいな。その後みたいなのがありますね。製造段階でできたね、カットの傷だと思ってくれたらいいと思います。はい。そうだ、言っといた方がいいね。これね、ケースの中でカードが動くのかって。運営のね、申込書とかに書かれてる規約ですね。規約には振らないでください。揺れる恐れがあります。若干のケースのね、
カードに対してゆとりを持って作ってるので、振ると入れる可能性がありますよっていう忠告があるので、振らないでくださいって警告がありますので、振らないでください。振らないでほしいんですけれど、動く音はしません。一律にね、言えないので、自分が持ってるやつは音しなかったっていうだけなので、もしかしたらね、個体差によってカタカタっていうものがあるかもしれないけれど、PSA 鑑定に比べると中のカードは動きにくいと思います。PSA 鑑定もピンキリなんだけど、動くやつもあれば動きにくいやつもあるんだけれど、遊戯王とかはね、厚みがポケカより若干あるので、振ってもあまり動きません。これなんだけど、ポケカの場合はですね、聞こえますか？カタカタカタ。あんまりやるとね、縁というか、白掛けができちゃうので、やめておきましょう。今普通に10点のやつでやったからね。さすがにね、傷ついたショックなので。ということで、PSA 鑑定だとさっきみたいにポケカは動きやすい。ポケカと遊戯王の1枚あたりの厚みの差って 0.0 数ミリっていう単位なんだけれど、だいたいポケカで 0.28 ミリとかで、遊戯王で 0.35 ミリぐらいだったかな。間違ってたらごめんね。なんだけれど、若干差があるので、遊戯王の方が分厚いんですね。だから、その分ね、ケースに対して、近いというか、締まりやすい。だけれど、ポケカの場合は余白があるから揺れやすいっていうのがね、PSA の特徴なんだけれどね。ケースやね、ラベル、キャプションについてはね、偽造防止とかも兼ねてね、その時代に合わせてバージョンアップしていく可能性もあるので、PSA もね、ポケカがカタカタ言わないような、そういうケースになるかもしれない。希望的観測ではあるけれど。ということでね、ARS とPSA を比べると ARS の方が、分厚くて高級感はあると個人的には思います。ステンレスもかっこいいよね。紙製に比べるとね。個人的に思うことはこの銀だから、銀像っていうね、サプライメーカーさんがあるんですよ。そこのガンメタっていうね、ガンメタルっていう銀のフレームがあるんですね。それと合わせたら結構合うんじゃないかなって個人的には思ってるので、ガンメタルのフレームが出ないかな、ARS のとは思ってるんですけど。ガンメタじゃない黒バージョンはすでに発売されてます。概要欄にね、銀蔵さんのも貼っときますし、WithD さんもですね、WithD っていうね、サプライメーカーさんも、この ARS ホルダーと、このスリーブ、これね、返却された時にもう入ってます、OPP。なので、それごと入るケースがすでに発売されています。なので、そちらのね、URL も貼っとこうと思いますので、概要欄の方にね、覗いてくれたらいいと思います。さて、あと残すところ、この鑑定書ですね。鑑定書を移動させていこうっていうね、いうことです。ということで、今この B6 に入っているんですけれど、こちらの A6 に移していきたいと思います。裏元解いた方がいいかな。ここのね、右上のところに鑑定番号と、あと発行日っていうのが記載されてるんだけれど、こちらもね、この裏側にグレードと、あと鑑定番号か。鑑定番号が記載されてます。鑑定番号はグレーディングサービスのプランで提出した場合につくものです。心眼鑑定のみだと鑑定番号はつきません。ケースインだけのサービスになるのでね、本物と偽物判断した後で。ということで、偽造品もね、これからね、できてくるとは思うんだよね。普及するにつれて。なのでね、そういう時に使われないようにあまり公にはしない方がいいと思うけどね。なんか QR コード読み込んだら本物のところに飛ぶとかいう、なんかそういう噂は聞いたことあるんだけど。根拠がないというか、そのソースがわかんないから何とも言えないけど。ということで、開けていきましょう。手袋とかした方がいいんだろうけどね。鑑定書はね、紛失したらまた発行できるので、そんなにシビアにならなくていいと思うんだけど。ただ、
注意点としては、その再発行するときに鑑定物がすごく高騰してたりすると、もしかしたら鑑定料金も高くなってるかもしれない。その鑑定する申告帯によって鑑定のね、鑑定書の値段も変わってくるので、すっごく高騰してたら高くなってる可能性がありますね、再発行の時に。なので、すごく高騰する見込みのあるやつは早めに出しておくっていうのが、発行しておくっていうのがいいかもしれません。これ今使っているのがですね、はがき用サイズです。はがき用。サイズが 105×155 プラス、これ40はテープ部分ですね。はい。30はね、この厚みですね。0.3 ミリ ?0.03 ミリ、の厚みですね。このはがきをおなじみの方もいるんじゃないですかね。こちらのフルプロテクトダブルサイズ。プロモバッグとかね、ケースに入れて、反り防止とかにね、使われている方もおられるかもしれないけど、こちらのダブルサイズが入ります。入れるとね、こんな感じになります。この、今入ってるこの硬質ケースが、フルプロテクトスリーブのダブルサイズです。川島製作所から発売されてるね。これが入ります。カードで言うと、このポケカサイズのやつが2枚横にね、スリーブに入れた状態で入るサイズになりますね。フルプロテクトスリーブ R ってね、ポケカサイズがね、1枚入るスリーブがあるんですけど、硬質ケースがあるんですけど、それの約2倍の大きさって思ってくれたらいいかな。それがこのハガキ用の OPP に収まりますので、この鑑定書以外にもこの T ハガキ用っていうのはね、使い道があるよっていうことはお伝えしといた方がお得かなっていう。そして閉じていきましょう。こういうのあんまり器用じゃないかな。こんな感じでいいかな。これをですね、この A6 サイズですね。A6 サイズのサイズは 107mm の 151mm 内寸です。これセリアさんで売ってますね。そして入れていくんですけれど、若干余白余らせすぎたね。ちょっときついわ。やり直しましょう。こういう失敗例はね、載せといた方がいいですよね。余白あったら入んねえじゃん、みたいな。ちゃんと伝わるのでね。テープを貼り直すとね、若干汚くなっちゃうからね。そこが残念だけどね。新しいのに入れ替えたらいいだけなんだけどさ。OK。これぐらいで試そうか。これぐらい。入ってくれたらいいんだけど。ここがね、丸みがあるから入りにくいっていうのはあるけど、一回何かの下敷きにして、ペタってね、OPP 時代に癖つけた方が入りやすいかもしれないけれど、入った。OK。ぴったりサイズに仕上げる必要もないんだけど、こじんまりまとめたい人にはこういうサイズでも合うよっていうことをね、伝えれたらいいと思います。余裕を持ってね、発酵された状態の OPP 袋をそのまま入れたい場合は B6 に入れた方がいいですし、こじんまりね、まとめたい場合は A6 でもいいと思います。そのうちね、この ARS ケースと ARS の鑑定書が一緒に入れて飾れるケースとかも販売されそうではあるけどね。ウィズ D さんあたりが出してくれそうな気はするけどね。ウィズ D さん結構通知書サイズのやつと一緒に入れれるようなケース販売されてたりするので、もしかしたらできるかもしれない。その時のサイズ帯が難しいと思うけどね。OPP 袋ありのサイズにするのか、なしのサイズにするのか、それとも入れ替えたサイズにするのかって言って、そのね、企画が難しいと思うんだけどね。サイズのね、枠の。ということで、今回の動
動画はですね、ARS ポケカ解禁されて、返却されたら見た目こんな感じだよっていうね。と、この通知書もね、2022年の12月ぐらいからね、サービス開始したやつなので、こういうのもありますよっていうね、ことです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴いただき